こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。前回は回復スキルを稼いで聖職者を取得するところまででしたね。レベルが上がって買えるものが増えたので、ソリチュードのレディアント装具店にやってきました。体力回復速度を上げる首飾りが欲しいのですが、もしなかったら、店員の前でセーブして、殴って敵対してからロードすると、品揃えが更新されるので、そのうち目当てのアイテムが出ます。というわけで治癒の首飾りを購入しました。これで最低限の戦力が整ったので、ソルスセイムにやってきました。レイブンロックからひたすら北に向かって、ホワイトリッジの墓場までやってきました。中には特殊な雲や雲に規制された山賊が出てきます。特にフレイムクロークスパイダーは難易度レジェンダリーだと脅威なのですが、炎耐性装備だけは異様に充実してるので、かなりダメージを抑えられてます。レベルが上がりました。今後は訓練を受ける予定はないので、レベルはどんどん上げていきます。ついでに前回忘れてたバーバリアン、当時の構えを取ります。深手も現時点で取れるのですが、これは取らないでおきます。どうも深手にはバグがあるみたいで、これを取った後に、クリティカルパワーを取ると、ダッシュパワーアタックで確定クリティカルが出なくなってしまうんですよね。なのでもう少しスキルレベルを上げて、クリティカルパワーをまず先に取ることにします。山賊の略奪者です。略奪者は雑魚山賊の中でも上から2番目の強さなのですが、ちゃんと戦えてますね。こちらの攻撃もあんまり通ってませんが、相手の攻撃も大したダメージは受けてません。回復力の分だけこちらが有利に戦えてます。時間はかかりましたが、山賊の略奪者程度なら安定して倒せますね。というわけでボス部屋までやってきました。ここではメリラーレンダスが雲を投げつけてくるのですが、これが結構痛いです。そこでヒストスキンを発動。元から回復力が高かったリチェナちゃんがこのパワーを使うと、一撃で倒されない限りは絶対に死にません。はい、メリラーレンダス撃破です。残った敵もさっくりやっつけてしまいます。スキルレベルが上がったので、バーバリアンのランク3と、ジャガーノートのランク2を取ります。両手武器と重装スキルは意識して稼ごうとすると大変なので、ダンジョンを攻略しながら少しずつ鍛えていきます。というわけで言葉の壁の間に到着しました。ただし用があるのはこの真下の、黒の書、血色の悪い節制です。早速読んで中に入ります。ここでは明かりのない場所を歩くとダメージを受けるギミックがあるのですが、松明を持つだけでもダメージは防げるので、敵は無視して松明を持って駆け抜けます。それでなぜわざわざこんなところまでやってきたのかというと、これです。この死の獣との巻物を取るためにここまでやってきました。実はこれこそが今回のビルドの最重要アイテムです。何に使うのかは後で説明するとして、黒の書から力の探求者のボーナスをもらえます。戦闘系スキルを上昇させる効果で、これを取るだけで攻撃力や防御力が 10% も上がります。すぐそばに魂入りの黒鉱石が落ちてるので、忘れずに拾ってから外に出ます。次にやってきたのはテルミスリンです。中でネロスと会話してから、外に出ると、タルバスからアッシュガーディアンの討伐を依頼されます。さすがにこの時点では格上の相手なので、回復が追いつかずダメージが蓄積してしまいます。こんな時はヒストスキンを使えば、そういえばさっきメリラーレンダスに使ってしまったんでした。仕方がないので回復薬のガブ飲みでどうにかごまかします。手持ちの回復薬を使い切ってしまいましたが、ここで死の回避が発動。なんだかんだ余裕を持って倒せました。早速タルバスに報告して、従者として連れ回します。これで一旦ソルスセイムでの用事は済んだので、スカイリムに戻ってきました。そうしたらまずモーサルに行って、ファリオンに吸血鬼を直してもらいます。魂入りの黒鉱石を要求されるので、アポクリファで拾った黒鉱石を渡します。あとは深夜に儀式をしてもらえば、はい、これで吸血鬼が治りました。吸血鬼を治したら、本来なら聖職者による自分への強化はなくなるはずですが、試しにドラゴンプレートの防護コテを外して、もう一度付け直します。この状態で有効な効果を見てみると、はい、聖職者と血虫の兜で強化されて、効果が 1.56 倍になってます。これが前回リジェネちゃんをアンデッドに固定した成果です。
吸血鬼のデメリットなしで聖職者の強化だけを受けられるわけですから、これは常識になるのも納得の強力なテクニックですね。言うほど常識になってるか。はい、今度はホワイトランにやってきました。門の前に死の獣人の巻物を落として、従者に指示を出して拾わせます。その後一度外に出て、また中に戻ると、なぜか巻物がまた落ちてます。従者に拾わせた分はちゃんとインベントリに入ってるので、一度回収して、これも地面に落として、また拾わせて、外に出てから戻ってくると、また落ちてるので、いくらでも増やすことができます。というわけでしばらくこれを繰り返して、気が済むまで増やしていきます。はい、死の獣人の巻物を30個まで増やしました。そうしたら今度はエンバーシャード鉱山へ行きます。橋の手前の山賊を倒して、死体を1箇所に集めます。そうしたらタルバスに死の獣人の巻物を1枚渡して、先ほどの死体近くに待機させます。レバーを引いて橋を下ろしたら、急いで死体のそばまで戻ります。奥から山賊がやってくると、タルバスは死体に死の獣人の巻物を使おうとするので、間に割り込んで受け止めます。この状態で有効な効果を見てみると、上昇した治癒という見慣れないバフがかかってます。実は死の獣人やその巻物には、対象の自動回復を強化する効果があって、死の獣人の巻物を自分で受ければ、ほぼ永続的に自動回復を強化できます。ただし衛兵に捕まったり、清掃の書を読むなどすると効果が消えてしまうので、事前に気が済むまで増やしておく必要があったんですね。死の獣人をかけてもらったらタルバスにもう用はないので、別れてから次へ行きます。回復力がだいぶ強化されてきたので、本格的に重装スキルを鍛えていきます。戦士の石碑をセットして、バナードメアに泊まって急速ボーナスを得たら、ブリークウィンド水源にやってきました。重装スキルは相手の攻撃力が高いほど得られる経験値が多いので、巨人は重装スキル稼ぎにもってこいの相手というわけです。ただし、攻撃に耐えられればの話ですが、さすがに難易度レジェンダリーのままでは厳しいので、一時的に難易度ベリーイージーに下げます。これなら一撃でやられることはありませんし、それどころかダメージを回復力が上回っているので、放置で重装スキルを稼げます。というわけでしばらく放置して、重装スキルを70まで上げました。早速レベルを上げて、ジャガーノートのランク4と、最適装備を取ります。これで鎧を装備しても移動速度が落ちなくなったので、宿女の石碑をつけに入りなるタコまで来ました。体力とスタミナの回復速度を 25% 上昇させる石碑なのですが、事前に血虫の兜を装備しておくことで、聖職者と合わせて 39% まで効果を上げられます。これで本格的に準備が整ってきたので、そろそろ打倒ミラークに向けて動いていきます。というわけでブリークフォール墓地に来ました。中には主に山賊やドラウグルが出てきます。ダンジョン攻略をカットしてしまうのも味気ないので、皆様のために、体力の自動回復について解説します。この数値を見てほしいのですが、これは現在のリジェネちゃんの自動回復に関する数値です。まずこのヒールレイトムルトという項目、これがいわゆる体力回復速度です。初期値は100ですが、不呪装備や宿女の石碑による上昇で232まで上がってます。次にコンバットヘルスリジェネムルトという項目。これは戦闘中体力回復率とでも言うべき項目です。初期値は 0.7、つまり戦闘時は非戦闘時と比べて 0.7 倍体力回復が遅くなります。ところが現在リジェネちゃんの数値は 2.26 となってます。なぜかというと、これがクリサミアの効果です。この体力がゆっくりと回復するの部分、これが戦闘中体力回復率の上昇を意味します。素の上昇量は1ですが、血虫の兜と聖職者で強化されて 1.56。それが初期値の 0.7 に加算されて 2.26 になっているわけです。最後にヒールレイトという項目。これは基礎回復率とでも言えばいいでしょうか。これも初期値は 0.7 で、毎秒最大体力の 0.7% ずつ回復することを意味します。ところが現在リジェネちゃんの数値は 1.95 です。これが先ほど受けた死の獣人の巻物の効果です。死の獣人の巻物には基礎回復率を1上昇させる効果があって、タルバスは聖職者を持っているから、アンデッドのリジェネちゃんに対しては 1.25 倍、それが初期値の 0.7 に加算されて 1.95 になっているわけです。
それでは現在リジネちゃんがどれくらいの速度で回復しているのか算出してみます。まず最大体力、これは基礎体力と富士などの補正で427、基礎回復率が 1.95、体力回復速度が232、戦闘中体力回復率が 2.26、これらを掛け合わせると毎秒43ずつ体力が回復していきます。本来なら体力回復速度に特化したところでダメージを補えるほどにはならないのですが、 AE で追加されたクリサミアと血の獣との基礎回復率強化により回復力特化ビルドが実現可能になったというわけです。はい、時間はかかりましたがボスも安定して倒すことができました。省略しましたが道中で両手武器スキルが上がったのでクリティカルパワー、大打撃、深手のランク1を取りました。先ほども言いましたがパークは必ずクリティカルパワー、深手の順で取ります。それではドラゴンストーンを回収してドラゴン退治に向かいます。というわけでミルムルニル戦です。現在の戦力なら楽勝なのでさっくり倒してドラゴンソウルを吸収します。グレイビヤードから呼び出しがかかるとドラゴンボーンを開始可能になるので再びソルスセイムにやってきました。北端のサイリングズウォッチに向かい服従のシャウトを習得します。ついでにドラゴンを倒してドラゴンソウルを吸収して服従の一言目を解放したら各地の岩の封印を解いていきます。祠を破壊すると出てくるルーカーはかなりの攻撃力を持っているのですが、リジネちゃんの化け物じみた回復力の前では意味をなしません。この調子で他の岩も解放していって風の岩からスコール村の住人を解放するとスコール村のストルンからフリアの捜索を依頼されます。これでミラーク聖堂にフリアが現れるのでミラーク聖堂の内部へ侵入可能になります。本来ならグレイビヤードと会った後にミラーク信者から襲われる流れになるのですが、こういうルートも用意されているのがスカイリムの懐の深さですね。ただし脱出後のセリフが矛盾してしまうので、こういったところを受け入れるプレイヤーの懐の深さも同時に試されます。ミラーク聖堂の内部ですが、主にミラーク信者とドラウグルが出てきます。ここは出現する敵のレベルが高く、ドラウグルデスロードと何度か戦うことになります。さすがに攻撃力が高すぎて連続で食らうと危険なので、フリアと協力して2人がかりで戦うよう心がけます。左右の広間ではドラウグルのデスオーバーロードが待ち構えてます。1対1だったらかなり苦戦したと思いますが、フリアに攻撃が集中したおかげで難なく倒せました。ちょうど経験値が溜まったのでレベルを上げてなぎ払いを取ります。道中でバーバリアンランク4と深手のランク2も取っておきました。それでは黒の書を読んでミラークから小言を言われてストルンの元までフリアを送り届けたらネロスに会って黒の書について調べることになります。といったところで今回はここまでです。良ければ高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。